ここは私のふるさと。私はここで生まれ育った。違うよ。いや、インキャコニュ賞一般教養欠損倫理観底辺オタクです。台湾行きます。中国語はもちろん英語も使えません。エモい台湾旅行動画を期待している人はブラウザバックしてください。オタクが勢いだけで行く台湾ソロ旅デスゲームです。もうダメだ、おしまいだ。ほいじゃ始めましょう。よーいスタート。行くぞ。ということで台湾入国しました。飛行機内の映像は録画開始時のピッて音が周りの皆様へのご迷惑になりそうなので取り忘れました。ふん、雑魚か。と台湾来て初めにやりたいこと、板橋に向かいます。こいつ何言ってるんだ。へへ、よく見ろ。何？こりゃ休日のデートスポットは板橋以外勝たんと思ってる私には見逃せないね。完全に狂ってやる。キャリーケースが邪魔なので台北駅のコインロッカーを利用してそこから向かうという感じで、そんじゃ行ってみよう。さあみんなで行ってみよう、やってみよう。突然ですがクイズです。板橋の観光名所といえば、そうですね、ラウンドワン。嘘だ。新北市政府行政大楼。要するに板橋区役所ですな。何言ってんの？展望デッキがあるらしいので行ってみましょう。行ってみろ。役所は日本とあんまり変わらないということを教えたのも成長。どう反応したら、大通りをそれたら台湾っぽい情景の道になりました。いやー、こういう日本じゃ見れない景色を見てる時点で遠く日本から来てよかったなと思いますな。僕もそう思います。とそろそろ小腹が空いてきたので台湾初飯にしましょうか。そうしろってささやくのよ。台湾初の飯屋はここ。海山卤肉飯。ちなみにメニュー表に英語があったので、キスは英語できる兄貴に本当に感謝しかない。大好きすよ、あなたのおかげで旅は続きますと注文したルーローハンセットがこちらです。いやー、こんなの男の子大好き飯ですよ。もう腹ペコペコですよ。海外飯で緊張していましたが、誰とは必要でしつこくなく映像嫌な予感がする。なんとか言いなさいよ。うますぎて食事中のレポ動画回すの忘れてました。バカ野郎。さて今回の旅の目的、台湾ゲーセンを巡ります。行ってみよう。ということで无线邮播中心 INF ゲームセンターに来ました。ここは私のふるさと。クレーンゲームをはじめ日本にはない筐体を見るとおうとなってしまうのよね。と音ゲーコーナーも見ておきたい。これがわからない。なんすかあれか。タッパとケツがでかいよ。どうやら音ゲーコーナーは R18 区分エリアでの営業らしくて、調べてみたら LINE でゲーセンを友達登録したりしないといけなさそうだったので諦めた。逃げるな卑怯者。旅行者は時間がないからね、仕方ないね。そんな理屈は通らないにゃ。さて板橋を満喫したのでそろそろ台北駅に戻ってキャリーケースを回収、宿に向かいます。よし行くぞ。やったぜ。台北駅でコインロッカーに預けたキャリーケースが取り出せなくなりました。ロッカーを自動動かすワードを決めるのですが、その設定を思いっきり忘れてしまい、扉を開ける際にパスを求められて完全に手詰まり、お前のコインロッカーに書かれたお問い合わせも海外通話支部じゃないので当然通話不能。仕方ないです。現地の人に頑張って翻訳チャットで会話を試みるけど、も
そもそも中国語の返しが何もわからない。てめえはもうしまいだ。あなたならどう対処しますか？知らんな。いや、台北駅に日本語対応インフォメーションセンターがあってマジで助かった。もうダメかと思ったよ。現地の言葉を喋れないことでできることが本当に少ないのだとマジで痛感した。そもそも日本語対応のインフォメーションセンターとかいう最強施設がある時点で台湾が初のソロ海外旅行におすすめされているのがよく分かった一件でした。僕もそう思います。そもそもレシートに預けたロッカー番号とパスワードが記載されていたからやろうと思えば余裕でキャリーケース盗まれていたのが台湾の治安最高と饶河街观光夜市。行きました。待ちに待った台湾の夜市観光。あいにくの雨ですが今度こそグルメ動画を皆様にお届けできればと思います。よろしくお願いします。ということで太鼓やります。いやー、久しぶりに外ざらし台を見たらやりたくなりますね。日本だとほとんどないものなので。ああ、そう。気が利かないのがやばすぎる。飯屋に入りました。今度こそレコ動画お送りします。注文したのは臭豆腐とヤーシェが入った辛めスープ。ようやく本場の臭豆腐を食べられる嬉しさよ。果たしてどこまで通用するか。ではいただきます。いただきます。なるほど、確かに臭みはあるのですが豆腐のニュアンスとして全然ありな味。何よりこのちょいからスープと絶妙な臭みが良い方向に組み合わさっていて今まで体験したことない味ですね。そしてヤーシェの方はレバーに近いニュアンスで間違いないと思う。鉄分がめちゃめちゃ感じるわけもなくそうしてより結構質素な味で驚きかも。そうなの？まあシュールスとレイミングをそこそこ食べれる判定を出した下なのでレビューはガバガバなんすけど。オッケーです。さて朝から飛行機移動で思っている以上に体力消耗がきついので今日はこの辺りで宿に帰りますか。それではグモーニング。台湾旅行2日目です。歩きと電車で台北101に来ました。パチリ遊びに来たぜ。すごい。台北のシンボルタワー上がっていきたいなと思います。なんつうか六本木ヒルズの森タワーみたいな雰囲気を感じますな。わかり。地上階と展望デッキ以外のほとんどはオフィスになっているそうです。地下は大きいフードコート。朝早いからどこもやってないけど休日はすごそう。ああ、そう。ということでチケット購入600台湾ドル約3000円ですな。登ってきたぜ。ではこちらが台北101の景色です。来た。ふざけるな！すげえ高いね。僕もそう思います。中はとっても綺麗で落ち着いた雰囲気でいい感じ。と台湾って旧正月が年の節目だから1月になってもクリスマスの展示があったのは驚き。日本はクリスマス終わったら即正月ムーブのイメージですからね。まるで将棋だな。日本だとめったにやらねえこと観光施設のカフェに入るぜ。いいぞ。ということで台湾阿里山邹竹园艺伎水洗。普段来れない場所で普段やらないことをするこんな贅沢はやはり旅行ならではですな。僕もそう思うにゃわん。ちなみにこのコーヒー350元です。は1750円です。はさてここからはいろいろなところを細かく探索するのでパパッと紹介します。せっかくなので台湾っぽい感じの楽曲を流していいぞこれ。インスタっぽい動画にしてみましょう。何言ってんの？ちなみに
インスタ360の充電を台北101でほとんど使い切ってカメラオタクなのでポケモンセンター台北に来ました。私はなぜここにいるのか知らんな。看板ポケモンは海流なんすね。かわいいね。思っていたのか。お昼なので全く調べないで食堂に突しました。これもね、行き当たりばったりの個人旅行ならではだね。僕もそう。注文したのは红烧半斤半肉牛肉面。牛肉と牛すじの醤油ラーメンですな。超いいね。最高。羊はコラーゲン感たっぷりで食べ応えあって、お野菜もパクチーじゃなくて白菜使われてるから、お口がおこちゃまな私にもパクパクでした。ビミビミ。まあマジで器しか映ってないのは食レポ動画として終わっているんすけどね。いくらポンだぜ。さて三创生活園区行きました。2015年オープンした電化製品特化デパートだけあってなんか落ち着きますな。そうだな。上のフロアはジャパンオタク文化もバッチリ。ここは私のふるさと。そしてスケベな闘神フィギュアが飾ってあるのも嬉しいポイント。調べてみたら台湾のゲーム怪獣姫に出てくる顔デコらしいです。かわいいな。スキームでこの子が主役のゲームがあるらしいので宣伝しましょうか。よろしく頼む。この子は台湾のバターということで、トリッカルもとい嘟嘟脸恶作劇。の期間限定カフェできました。来たみたいだね。店内の写真をパシャパシャしたのでシェア。やっほー、最高だぜ。好きな作品に囲まれて食事するなんて久しぶりにやりましたが、やっぱいいですね。特別な空間でとる食事というか、好意を楽しむ心はいつまでも大切にしたいですな。僕もそう思うにゃわん。それと注文時に翻訳アプリでトリッカルが好きで日本から来たとお伝えしたら、めちゃ驚かれた後にめちゃ丁重に翻訳アプリで案内していただきました。本当にいい思い出。ありがとう。韓国発のゲームで台湾で行われたコラボカフェに日本人が行くとかいう、とてもグローバルな感じ、シンプルに満足度の高い1コマでした。国立中正紀念堂に行きました。いや、すごい。やば。誰かさんの声が入っていますが、もうね、とにかくでっかい。でかいぞ映像を作っている私が言うのもあれですが、こればっかりは現地に行かないと凄さが伝わらないと思っています。私みたいな歴史無知が直感しても十二分に感動できるスポットです。おすすめ。どうも、実は板橋に住んでないイーストキンです。今日は台湾に行ったら絶対に外せない観光スポットを3つ紹介します。こいつ何言ってるんだ。まず1軒目、アニメイト台北店。ここは私のふるさと。違う。言わずと知れたジャパニーズオタクカルチャーの専門店。ちなみに店内は撮影禁止だったので映像は。続いて2軒目は、このどう見ても観光施設じゃない雑居ビルの中にあるメロンブックス台北店。店内は、あれいつの間にか日本に帰ってきたっけと錯覚するぐらいメロンブックス。最後は虎の穴台北店。日本でも貴重になった虎の穴の実店舗。男性向けコーナーもあり、私の記憶の彼方にあるあの頃の虎の穴が世界で唯一見れます。どう反応したら。みんなのおすすめスポットも教えてね。逃げるな、卑怯者。早いもので旅行も折り返し3日目です。今日も元気にお仕事に向かう台湾の方々を眺めながら、いつまでお休み気分でいるつもりだ。さて本日ですが、9分という場所に向かいます。行くぞ。台北市街地から東の方にずれたちょうど観光スポット。関東旅行でいうと鎌倉とかになるかな、知らんけど。何それ。バスが来たので向かいますか。さて昨日の夜なのですが、台湾ウイスキーの使用銘柄カバランが直営するショットバー、カバランウイスキーバ
見入ってきました。お店の雰囲気はもちろん、店内で樽熟成されたカバランは上等な原種から来る本当に素晴らしい味で、日本では絶対に体験できない贅沢な時間でした。楽しい、最高。ただ入店時の話なのですが、グッドイーブニング。Do you have a reservation? やっべ、指で一人ってジェスチャーしたら栄転できていたから、何聞いているのか全く聞いていなかったわ。わからないからどうしよう。I can't speak Chinese。突然の英語が飛んできても対応できるように対策しておこうね。教養大事。まるでバカじゃ。台北市街地と比べて空気がひんやりしてますな。1月だから当たり前なんすけど。少し肌寒い。と走行しているうちに到着。写真では旅行計画中にたくさん見ていたけど、実際に現地まで来るとなかなか感慨深いな。とりあえずじまっと散策してみますか。よろしく頼む。朝の9時ぐらいだから、店は朝食やってるお店しかやってないけど、このまだコアタイム前の静かな商店街、とても良い感じかも。静かだ。目と目が合う瞬間好き。Thank you。途中揚げ臭豆腐の店があったので、朝食がてら再挑戦。命は投げ捨てるもの。こんな感じ。普通にうまいっすねこれ。やっぱりこの臭みが普通にアクセントになって私は好き。ごちそうさまでした。持っててよかったウェットティッシュ。人として大事なもの。と実際に来て分かったのですが、この街とにかく高低差が激しい。へえ。高低差があると高いところに登りたくなる症候群が出ちゃうので、は？一旦高いところへ上がっていきましょうか。ハイ倍速。語彙力ないけど。いやー、すげえ。ブダンビルに囲まれて生活してるから、こういう自然っていう景色を見ると感動しますな。僕もそう思うにゃわん。心が清らかになるというか、日本からはるばるこの景色を見に来れて本当によかった。僕もそう思います。さて戻ってきたら商店街が営業を始めていました。賑やかなのも良いけど、静かな商店街も見ておいてよかった。大切大切。と観光スポットでおすすめされたなんか古いトンネルにも来ました。へえ。男の子なのでこういうトンネル大好きなんですよね。ちなみに天井から雫がしだれていました。自然感じちゃうね。どう反応したら。さて満喫したのでそろそろ戻ってお昼にしますか。お腹すいたにゃ火鍋食べに行くぞ。いいぞこれ。ー。はあ？何この何も見えない。ということで天喜迷你石頭火锅。行きました。一人食べきり量の火鍋を提供してくれることがどれだけありがたいことか。感謝する。残すのは私の倫理に反するからなるべく完食したいのだけど、海外飯の量って全く見えないからなかなか怖いですよね。ああそう。さて
食レポ映像はご覧の通り何をしたいのかわからん映像なのでカットです。ごちそうさまでした。薬膳火鍋初めて食べましたが、こや日本でも人気が出るのもわかりますな。あまり経験のない風味だったのですが、お肉にも野菜にもよく合うとても良いスープで、しっかり会員までしちゃいました。また太るぞ。日本にはないスーパー、カルフールに来ました。お土産買うついでに現地のスーパーの雰囲気をシェアしていくぜ。はい、用意スタート。ほとんど日本のスーパーと変わらんな。ふざけるのも大概にしろ。私の良くないところなのですが、土産選びに2時間も使っちゃいました。判断が遅い。この優柔不断な性格を直して。ルール上無理だよ。さて、台湾最後の夜ですが、台湾ゲーセンを観光しつつ本命のゲーセンに向かいますか。よろしくね。台湾製のゲームや韓国、中国のゲームがあるかなと思ったのですが、思っている以上に日本産のゲームばっかりですな。これは驚きましたわ。こうして外国で日本のゲームを見てると不思議というか、大体日本っぽい雰囲気が台湾にあるっていうのが知れてよかった。フラフラしてたら日本産じゃないゲーム機も発見。向こうのゲーム機ってめっちゃ LED が明るいですね。先行を確認。謎のドライブゲームも発見。もしかするとアミューズメントエキスポに来ていたのかもだけど覚えてねえや。存在しない記憶。まあ改めてゲーセン独特の雰囲気を台湾で感じれてよかった。おしまい。ということで台湾旅行本命のゲーセン X15 ミュージックゲームステーションに来ました。テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるな。といきなりお詫びなのですが、店内の映像はないです。カメラの充電管理って大事っすね。貴様だけは絶対にささて、こちらのゲーセンなのですが、お店独自のウェブアプリからゲームのクレジットを入れるのがベーシックな遊び方になっています。ってなんだ。お店にはウェブアプリ用のチャージ機があるのですが、ここでチャージ機をご覧ください。これを見て私が思ったこと。チャージ方法わからねえ。アホボケカス。意を決してたまたまダンレボをしていたお兄さんに通訳アプリで状況をお伝えしたら、日本の方でしたか。ちょい待ってくださいね。今から教えますので、チャージのやり方ちょっと複雑ですよね。最終日、実はどこに行くか前日まで決めていませんでした。どうしてこんなことに。なのでもう一度見たいと思った場所に向かいます。ということで2日目に来た三創生活園区がある中小新生に戻ってきました。またか。私はやっぱり電化製品やオタクショップを見るのが好きなんだ。ああ、そう。最初に建国休日花市行きました。要するに園芸品の市場ですな。花とか植物見るのが好きなんすよね。育てることはできんけど。この心ない。さて到着。ヤギに電流走る。
台湾来て食べたかった飯。肉包子。食います。肉まんですな。みんな生き生きするぞ。日本のとは違ってあんはギチギチじゃなくて添える感じなんですね。何よりこの生地が日本のとは食べ応えが全然違くて本当に美味しい。やはり一家に一大せいろがある国は違うぜ。それは違うぞ。と三創生活園区に戻ってきちゃいました。オタクショップのフロアですが綺麗になったラジオ会館に敷地のゆとりがある感じですな。と旅行を通して台湾はホビーショップをかなり見た印象でした。やっぱ IP のグッズというのは強力なコンテンツなんだと再認識しましたね。さて三創生活園区隣にあるこれぞ電気街光華數位新天地。いいって日本だと固いイメージのあるワコムさんの大変素敵な灯芯パネルを拝みました。マジやばくね。は？何やってんだすまねえ、私は耐えきれんかった。まさに悪魔だな。現在時刻は12時、穏やかな正午の昼下がりということで近くにあった台湾烟酒股份有限公司台北建国啤酒工厂に来ました。はあ、だらだら過ごす最終日、これもまた良いもの。人として大事なものをすでに失ったのだ。台湾ピージョのプレミアム白ぶどうエール飲んでます。平日真っ昼間に決める度数 9% のアルコールは最高だぜ。バカなことやってねえで働け。なんというか当たり前なのですが、最終日になると何とも言えない気持ちがこみ上げてくるんですよね。私の中で知らない経験がずっと続いて本当に充実した4日間だった。知らないことをいっぱい経験しつつ台湾の人たちの普通の日常を見ていたらこみ上げた感じですかね。日本に住んでいて私が日常的に起こるイベントというのは世界規模で言えば些細なことという感じでしょうか。ちょっと壮大かもしれませんが今回の旅行でちょっとだけ視野が広がったような気になった私でした。さて松山空港に帰ってきました。台湾旅行最後の飯にします。ということで五花馬水饺館お水餃子にしました。焼き餃子より水餃子が食べられるというのは知っていたのでどうしても食べてみたかった。空港内に店があって助かったぜ。まずは何もつけずに食べる圧倒的少数派の食い方をして、いやうますぎる。やっぱ肉まんの時もそうだったけど生地が本当にうまい。この食べ応えと絶妙な甘さはやっぱり日本では経験できない味ですな。そしてスランタンもめちゃうまい。何も見えないが水餃子と組み合わせるというイメージなかったけどしょっぱいと酸っぱいって当然だけど合いますな。ごちそうさまでした。さて荷物を預けて帰りますか。制限エリアに入りました。もう日本語がバリバリに聞こえますね。海外旅行正直に現地の人に迷惑がかかることはどうしても起きてしまうので迷惑がかかるリスクが高いのはと思う方にはちょっと大変かもしれません。もちろん身の回りの安全もいつも以上に気を使うハードルもあります。それでも日本では絶対味わえない体験と感動はこんな私みたいなオタクでもたくさん味わうことができました。この動画を見てあえれ
自分でも海外旅行行けそうだなともし思っていただけたのなら私は嬉しい限りです。さてと、私が旅行先から帰るときいつもやってることをして帰国しますか。ありがとう台湾、また会う日まで。自己流旅動画をお届けしましたが、長時間のご視聴本当にありがとうございました。次回の旅動画は無礼ですけど、高評価ボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいよ。それでは締めましょうか。何これ。最終日に寄った三創生活園区で買った薄い本。ふざけるのも大概にしろ。台湾の即売会ファンシーフロンティアで販売された台湾産。果たして